こんにちは。人生100年時代後半を農業で頑張っている品川です。なぜ後半は農業かと言いますと、後半の人生に必要な3つの要素、健康、お金、結びつき、その3つが全て揃っているからです。さて、本日はブドウの苗木の植え付けをやってみましょう。では、本日ブドウの苗木が到着したという段階からご説明を始めます。このようにブドウの苗木が到着いたしました。到着しましたら一刻も早く荷ほどきをして水分を吸わせてあげなければいけません。ブドウの苗木をそのままこのようにバケツに突っ込むイメージで結構です。これがバケツですね。水をたっぷり入れて最低でも 1,2 時間、できれば1昼夜ぐらい水を吸わせてあげてください。さて、水を吸わせて植え付けをする前に苗木をよくチェックしましょう。途中が折れたりしていないかどうかなどですね。で、ブドウの苗木はこのブドウの部分、シャインマスカットとかいろいろと種類がありますけど、これがブドウの部分、そして下が大木、挿し木になっています。この大木にも種類がいろいろとありますけれども、当園で買っているのは 5BB という大木の種類のものが大半です。そしてその大木のところから根っこが出ています。本来はもっといっぱいあるんですけど省略しています。そしてこの根っこの部分をよくチェックしてください。長さもいろいろとありますけれど、あんまり長すぎるのは切って落とした方がいいと思います。それとこの先の部分ですね、よく見なければいけないのはこちらのように、こっちが先端です。先端が非常にきれいになっているもの、これはこのままで OK です。で、問題は先端の部分がこうささくれた感じになってるとか、場合によっては折れてるとか、そういうような場合、この場合はここで切るようにしてください。ここを切ることによって横から新しい根っこが出てきますので、良い成長をするようになります。ここの部分の作業の動画をご覧ください。ここのね、太い根と細い根のところがちょっともう死んじゃってるんですよ。で、こういう場合は落とします。で、落とすことによって再根が出やすくなります。ご覧いただけましたでしょうか。では次に植え付けの作業のご説明をいたします。では植え付けのご説明をいたします。当園ではルートラップという特別な植木鉢を使って植えておりますので、その植木鉢での植え方をご説明いたします。使っている植木鉢には150リットルの土を入れます。サイズは直径75センチ、高さは40センチです。その植木鉢にまず50リットルの土を入れます。この土ですけれども、マサ土とバーク堆肥を混ぜたものです。割合はマサ土が 80%、バーク堆肥 20% です。これをよく混ぜたものを使います。その土をまず50リットル入れ、肥料、用意しました肥料の約3割、30% を上から軽くまくような感じで入れてください。その次に60リットル土をプラスして合計110リットルにします。この段階で肥料をまた 30% 入れてもらって、表面を今度はよく混ぜてください。根っこが直接当たる部分になりますので、よく混ぜる必要があるわけです。その土をこのような山の形にします。その頂上の部分にブドウの苗木を植える形です。ブドウの苗木を植えた時に根っこの部分です。ここが重要です。根っこの部分を一本一本ばらし、なるべく離した感じで一本一本を独立した感じで植えるようにしてください。そしてそれが終わりましたら、その上から残りの40リットルの土を入れて合計150リットルになります。この土を入れましたら
残りの肥料の 40% を表面から撒いてください。撒いた後は軽く攪拌するようにしてください。そしてその後、長い苗の上の部分を切ります。だいたい植木鉢の上の土から30から40センチぐらい上の部分で切ります。で、その時にこの芽ですね。芽がなくなっちゃうといけませんので、4個から5個は残るかなという段階で切るようにしてください。そして支柱です。このように普通は支柱を立てます。こんな感じで支柱は必要だと思います。ただ当園の場合はやり方が違いまして、支柱を立てず上から針金を下ろして固定する感じにしてるんですね。当園では支柱を使っておりませんけれども、普通に植える場合は絶対支柱を用意するようにしてください。ではこの作業の動画をご覧ください。こちらがルートラップの植木鉢です。カメラさん寄ってください。このように土を山の形にしています。この頂上の部分に苗木を置いて根を広げるようにします。そして最終的にはこの形になります。植え付けてみましょう。ぶどうの苗木の下の部分を土の山の頂上のあたりに合わせます。そして根っこを1本ずつ確認しながら、重なったりしないように、なるべく重なったりしないように丁寧に広げていきます。結構大変な作業なんですけれども、一本一本の根をほどいて重ならないように、次に新しい根が出てくるように空間をとって植えるようにしてください。そしてその後、外側の方から土を入れていきます。手でつかみながら少しずつ根を固定させる感じで優しく入れていってください。土を入れ終わりました。全部で150リットルです。これから残りの肥料 40%、これを表面から散布いたします。肥料をまいたら表面の土と肥料をよく混ぜるようにします。深いところまで混ぜる必要はありませんので、あくまで表面の土と肥料をなじませる感じです。ご覧いただきましたでしょうか。最後に肥料の説明をいたします。この肥料の内容ですけれども、いろいろな肥料がありますので、お好みのものを使っていただいていいと思います。当園ではエコロングという肥料を使っています。最初にまとめて施肥をすれば半年ぐらいかけてゆっくり溶けていくタイプの肥料です。本当はこまめにあげる方がいいと思います。ただたくさんの木を育てて商業栽培をしている当園は、なるべくなら手間を省きたいということでエコロングを採用するようにしています。ただ少なめにしてますので、夏とかになってもうちょっと必要かなという時には足すようにしています。多くしすぎてはいけません。多くしすぎるとどんどん伸びていってしまって、こことても重要です。肥料が多すぎるとですね、普通ブドウの芽がちょっと横に書いてますけれども、
ここについて、こうついて、こんなついてというふうに、節ですね。このように伸ばしたいわけですね。ところが、肥料を上げすぎると、この間が長くなってしまいます。こんな感じになっちゃうわけですね。1、2、3としたいのに、A、B、C みたいにこの節の間が長くなってしまうわけです。節の間が長くなるとブドウの生産上効率が悪いので、肥料の量で調整していかなければいけません。窒素を上げすぎるとこの節の間が広くなってしまいますので、くれぐれも肥料の上げすぎには注意しましょう。ここはとても大切なところです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。